皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今横浜にいます。今日は散歩 Vlog です。私は今横浜駅の東口から少し歩いたところにいます。これからこちらのポートサイド公園に行きたいと思います。6月27日、千葉駅でオノマトペの授業と交流会をやります。もし参加したい人がいたら概要欄のリンクから申し込んでください。もう少しで着くと思います。横浜は本当にビルが多いですね。階段を降ります。静かでいいですね。着きました。意外と人が少ない。本当にビルが多いですね。有名な会社もたくさんあります。ここは K アリーナですね。音楽のライブなどをやる場所です。散歩するにはちょうどいい場所ですね。天気が曇ってるのでちょっと残念です。あそこ行けるんですかね。ちょっと行ってみましょうか。行けますね、こっち。荷物が置いてあるけど。横浜駅の周りは本当に人が多いんですけど、ここは静かですね。釣りをしている人もいます。今日は平日だからかもしれません。この撮影をしているのは4月13日です。月曜日です。だから人が少ないのかもしれませんね。じゃあそこに座ります。よいしょ。本当に静か。車が通る音とかは結構聞こえるんですけど、今マイクをノイズキャンセルの設定にしてるので、あんまり車の音は聞こえないかもしれません。撮影しようとしたらちょっと人が多くなってきたので移動します。どこがいいかな。結局さっき階段を降りた場所が一番撮影しやすそうなので、ちょっとこっちの方に行きますね。ここの方が撮影しやすそうなのでこっちで撮影したいと思います。明るさ大丈夫かな。多分大丈夫だね。今日皆さんとお話ししたいことがあります。それは SNS についてです。皆さんは毎日どれくらい SNS を使っていますか？何時間ぐらい SNS を見ていますか？もしかしたら実際に発信してる人もいるかもしれないですよね。私みたいに動画撮ってでインスタにアップしてるっていう人もいるかもしれません。最近このようなニュースを見ました。どこの国か忘れちゃったんだけど、でも結構いろいろな国で子供が SNS を使う時のルールとか法律を作りますとかできましたっていうニュースをよく見るんですよね。皆さんは SNS についてどう思いますか？ SNS を使う前と後を比べてどちらの方が、極端な質問だけど幸せだったと思いますか？ SNS って、本当に便利ですよね。何かを調べるのも本当に便利です。日本語のコンテンツを探すこともできるし、美味しいお店、美味しいご飯を探すこともできます。旅行するときに SNS で何かを調べるっていう人はすごく増えていると思うし、多いと思います。実際に私もよく使っています。だからすごく便利になりましたよね。情報を気軽に調べて知ることができます。でも最近よく見るのが情報過多です。情報過多って皆さん聞いたことありますか？過は過ぎる、多は多いです。過多、つまり多すぎるという意味です。私たちは普段 SNS であまりにも多くの情報を頭に入れていますよね。多分
20年前と比べたら本当に考えられないくらい、私たちはいつもスマホを見ていろいろな情報に触れていると思います。それも1ヶ月に1回とか1週間に1回じゃないですよね。多分 SNS を使ってる人って毎日使っている人が多いと思います。多分ね、私の周りの人はそうです。私もそうです。やっぱり1日1回は何かしらインスタとか、スレッズとか、私は自分がね、YouTube の配信者でもあるので、ちょっとどうしよう。YouTube も見ますし、自分が出した動画をちょっとチェックすることももちろんあります。だから、そうですね、私も1時間くらいはトータルで SNS を見ていると思います。でもこれでもすごく短くなったと思いますね。最近すごく気をつけるようにしています。私の顔だけ映しててもちょっとあれなので、ちょっと歩きながら景色映しながら話しますね。ちょっと待ってて。便利になっていいなと感じる面もあるし、一方で SNS がなかったらこんな気持ちにならなかったんだろうなとか、こんなトラブルはないんだろうなっていうこともあると思います。私毎回、いや1回じゃないな、もう2回3回あるんですけど、自分のインスタのアカウント、本物じゃなくて全然知らない人に、いわゆる偽アカウントですね。船が通ってる。手振ってる。多分手振ってたと思う。いいね。ああいうの観光してる人はね、いいですよね。そうそう。で、なんだっけ。そう、便利になったけど、そう、SNS がなかったら起きてないような問題とかトラブルも結構ありますよね。さっき言ってた話なんですけど、その私偽アカウントを作られたことが何回もあります。私じゃなくて全然違う人が勝手に私の写真を使ってアカウントを作ったこともあります。あと、私が今まで一回も言ってない、しかも間違ったプライベートの情報とかも結構書いてあるんですよね。なんかびっくりしたのが、なんかあかねさんは海外の大学を卒業して海外の営業をしていましたとか、営業経験があります。海外の会社で営業をしていましたとか、いや私一回もそんなこと言ったこともないし、まず私海外の大学じゃなくて日本の大学を卒業しました。で、営業の仕事もやったことがありません。全然違う仕事をしていました。今日本語教師として働いてますけど、日本語教師になる前は会社で働いていました。でもその時は私は営業の仕事とは全然関係ないことをやっていたので、そういうなんか営業してましたって一回も言ったことないんだよね。なのにそうやって書かれてしまったりとか、なんか今思ったらもう正直もうそれはどうでもいいです。どうでもいいけど、最初見た時は本当にびっくりした。誰がそんなこと書いたのって。私一回もそんなこと言ってないよって思って、本当にびっくりしたのを覚えています。これは正直言うと大したことじゃないかもしれないけど、もしかしたらもっと私が知らないところで他のことを書かれている可能性はあると思います。そういうの本当にもう知りたくもないし、もう止められないですよね、多分ね。私がこういう発信をやめるまではそういうことはあるのかなって思います。なんだろう、本当に全然違うことで、それが私にとって本当にマイナスになってしまったら、やっぱり何か手段を考えなきゃいけないですよね。でもみんなもそうだよ。本当に気をつけてください。いや、私 YouTube やってないからとか、フォロワー数多くないからって思ってる人今多いかもしれないけど、関係ないですよ。登録者が多くなくても SNS のトラブルに巻き込まれてしまうことはあるので、本当に皆さん気をつけてください。だから私何回も言ってるし、自分もそうだけど、必要以上に自分のプライベートなことは言わない方がいいと思います。後で消せるからとか、後で
文章を変えればいいやとか思わない方がいいです。本当に。一度投稿してしまったものは消すことはできません。もしかしたら誰かがスクショして残してるかもしれないですよね。だから何か投稿するときには本当にこれを投稿していいのかどうかっていうのは考えた方がいいと思います。あと、インスタで時々トラブルになるのが、仲いい友達だけが見れるっていう設定ができるじゃないですか。だから、ちょっとみんなには知られたくないけど、この人たちだけなら知らせてもいいやっていうことを投稿してしまって、それが全部みんなに知れ渡るっていうことは本当によくあることなので、見る人を限定したからといって、その情報が世の中に出ないわけじゃないです。本当に、気をつけてくださいね。まあ気をつけてる人多いと思うんですけど、ちょっとしたことが大きなことになってしまうことってたくさんあると思うので、SNS に投稿するときはちょっと考えてみてください。これは後で消さなくてもいい写真なのか、後で消さなくてもいい文章なのかっていうのは毎回考えた方がいいですよね。私も気をつけるようにはしてるんだけど、多分100% はできてないと思うから、これからもね、気をつけたいと思います。ちょっとずっとここにいてもあれなんで、ちょっとあっち行ってみようかな。ちょっとだけね、行ってみましょうか。今日は4月13日です。今の気温は22度くらいです。長袖だとちょっと暑いかもしれない。でも今風があるので、半袖でもいいし、薄手の長袖でもいいかなっていう感じです。さっきの、レイクォーターはここですね。私はここから、来ました。で、こっちにそごうがあって、ニューマンって書いてあるのが駅方面だと思います。あ、なるほどね。この橋が向こうまで繋がってるんだ。あっちの建物まで繋がってるんですね。なるほど。こっちから撮ればよかった。レイクォーターがはっきり見えますね。そこの中には飲食店とか、あと買い物ができるお店もたくさんあります。はい、今日は横浜駅の周りを散歩してみました。そして簡単ではありますが、SNS について話してみました。いろいろ皆さんに質問しましたね。例えば SNS をどのくらい使っていますか？毎日何時間使っていますか？ SNS をやる前とやった後、どっちの方が幸せだと感じますか？それぞれみんな意見は違うと思います。皆さん自由に自分の意見をコメントに書いてください。じゃあ今日の動画はここまでにしたいと思います。また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。